はい、こんにちは。行政書士のゆうだです。今日はですね、永住許可の審査がどんどん厳しくなっている。このテーマでお話をしていきたいと思います。王さん、最近永住の審査めちゃくちゃ厳しくないですか？そうですね。最近は厳しいですね。運用レベルでどんどん永住の審査厳しくなってるなっていうのを、実感しております。で、特にここ最近ですね、1年以上前に申請出した永住案件の追加資料通知が毎週のように入管から来てますね。そうですね。週に3件くらい、3、4件くらいですね。来てますよね。で、どういった内容の追加資料通知が多いですか？あれ出してください、これ出してください、いろいろあると思うんですけども。よくあるのは、やはり住民税の支払いチェックに関する書類ですね。だから控訴効果のチェックが非常に厳格化してるなっていうのが最近の印象ですよね。そうですね。今ですね、基本的にその政治であったり世論の流れとしては外国人政策を見直す、規制や管理を強化するっていう流れになってるかなと思います。で、その中で期間の厳格化の話が出ていますよね。で、永住についても日本語能力要件を設けるとか、在留期間3年ではなくて5年じゃないと申請できないようにするとか、いろんな今議論がされております。で、今日動画でお伝えするのは、そういった議論がある中で、法令は変わってないけど、入管の運用レベルで永住の審査がどんどん厳格化しているので、最近ですね、ここ厳しくなったなっていうところ、集約すると3つありますので、その内容をですね、ご紹介できればなと思っております。じゃあどこが厳しくなったのか3つあるんですが、まず1つ目はですね、先ほどもお伝えしたように税金、健康保険、年金などの控訴効果のチェックが厳格化している。で、2つ目はですね、就労系ビザを持っている方の永住申請の場合、本人だけじゃなくて、家族滞在の家族の状況も非常に厳格に審査されているっていう点。で、3つ目はですね、年収300万円の見方がですね、今までちょっと緩めな運用のところあったんですが、そこがですね、原則的な運用に戻る流れになっているということになります。ちょっとそれぞれ説明していきたいなと思います。で、まず1つ目のですね、控訴効果のチェックが非常に厳しくなっているっていうところなんですが、最近のですね、不許可例として象徴的だったのが、住民税の普通徴収の方ですね。特別徴収っていうのはですね、会社からお給料支払い時に天引きされて、会社が、各自治体に支払っていると。そういったパターンではなくて、自分で払う方、普通徴収の方で、領収書をなくしてしまったと。期限通りに支払ってるんだけども、領収書はなくしてしまったというパターンですね。で、今までそういったケースどうすればよかったかっていうと、市役所に連絡して、きちんと納付期限守っていることを担当者ベースで確認できれば、その担当者名といつどこで確認したのかっていうのをそれ理由書で取りまとめて、それを入管に提出すれば永住の許可ってもらえてましたね。それがダメになったと。で、入管じゃあ何してくださいって言ってるかっていうと、役所の婚姻付きの証明を出してほしいというオファーをしてきますね、最近。で、それをそのまま役所に言うんですけども、役所は納付証明や完納証明は出せるけども、納付期限を全て遅滞なく守ってますよっていうところまでの婚姻証明は出せないということになりますね。入管は婚姻付き証明、役所の婚姻付き証明出してくださいって言いますけど、役所はそれ出せませんと。こういったギャップが生まれております。で、これ婚姻付き証明出せないので理由書で今まで補填してたっていうところなんですが、入管はそれを今完全 NG にしたっていうのが現状になります。じゃあどうすればいいかっていうと、役所にですね、個人情報の開示請求をしてください。で、個人情報の開示請求をすると、税金や保険料の納付期限がいつか、それの支払いがいつだったのかっていうのをですね、一覧で送ってくれます。それできちんと納付期限守っていることの立証ができますので、今度から永住申請する方で領収書なくしちゃいましたっていう方はですね、あらかじめ個人情報の開示請求をして、納付期限と納付日が一覧でわかる資料を取っておく。これが有用になるかなと思います。で、続いて2点目ですね。就労系在留資格の方は家族を含めた一体審査が強くなっていると
いうことになります。ここでいう就労系在留資格っていうのは、例えば技術、人文知識、国際業務、技能、特定技能、高度専門職、経営管理、とかかなと思います。で、本人が偽人国で、配偶者や子供が家族滞在のケースの場合ですね。で、本人は住民税とか年金、保険、支払い完璧ですと。一切遅滞なく支払ってます。ただ、配偶者である家族が支払い遅滞してしまいましたというケースですね。で、今までは本人がきちんと支払っていれば、本人の永住審査が不許可になるっていうことはあまりなかったんですね。あまりにも悪質な場合は除きますけども、ただ今は永住申請する自分だけじゃなくて、家族滞在の家族の納付状況もきちんと見られるようになった。これが、変わった特徴かなと思います。で、本来永住申請するときって別に家族がしない場合は本人の資料だけ出せばいいんですけども、今追加資料で本人の分しか出してない方については家族分の、要は家族の年金、保険、税金の支払い状況を確認する、追加資料を入管から求められているということになります。つまりですね、今までは自分の分がきちんと整っていれば OK だったんですが、これからは家族もきちんと遅滞なく、控訴効果を支払っていないと、もう家族全員で不許可になるということがですね、起きているということになります。はい。じゃあ最後3点目ですね。年収300万円ラインの締め直しが起きているかなと思います。はい。じゃあ年収300万円の目安がちょっと厳しくなっているっていうところなんですが、ちょっとわかりにくいんでホワイトボードを使って説明していきたいと思います。で、基本的に就労系の在留資格から永住申請する場合は直近5年分の課税証明書を提出しますね。住民税の課税証明書です。つまりですね、直近5年間の収入が審査の対象になるということなんですが、じゃあ今これ撮影しているのが令和7年の12月になります。なので今永住申請しようとすると直近5年分の課税証明書って令和7年から令和3年の課税証明書を取得することになります。で、令和7年は年収300万円クリアしてます。6年もクリアしてます。5年も4年も問題ないですと。で、ただ令和3年は課税証明書を取った時に300万円を下回るということですね。この場合に、じゃあどのタイミングで永住申請するかっていうと、課税証明書ベースで考えたら、令和8年ですよね。ちょっと R8 年。8年の課税証明書を取得してから永住申請することになります。当然年収要件満たしているのは前提になります。じゃあ、令和8年度の課税証明書取れるのっていつになりますかっていう点なんですが、令和8年の課税証明書が取れるのはだいたい令和8年の6月頃ですね。なので令和8年の課税証明書っていうのは令和7年の1月から12月の年収が反映されたものになります。なので6月以降じゃないと申請できないということで、今から準備しようとすると令和8年、つまりですね、半年間待たないといけないということになります。いやいや、半年待つの嫌なんで、令和7年の源泉徴収票を持って永住申請したいと、こういった方がたくさんいました。で、源泉徴収票はだいたい1月頃に各会社から発行されますので、要は今まではこの令和8年の課税証明書を待たずに、令和4年、令和5年、令和6年、令和7年の課税証明書、プラス令和7年の R7 の源泉ですね。源泉徴収票を持って永住申請しても、年収のラインを満たしているよねっていうのを認めてもらえてたっていうことになります。ただこの運用は東京入管の場合ですね、永住の審査が長いので今まではいいですよっていう運用だったんですが、今後はですね、やはり課税証明書ベースで5年連続で300万円を超えてないと許可出さないよっていう運用に変わってきてます。なのでこれからですね、同じように、直近4年の課税証明書プラス直近の源泉徴収で申請しようとしている方は注意が必要です。今までは許可出ましたけども、今後は不許可になる可能性があるので、やはり6月までですね、待ってから永住申請した方がいいということになります。
じゃあ今日ですね、お話しさせていただいた厳格化の点3つ、お伝えしました。まず1つはですね、普通聴取の方で領収書なくしちゃった方。これはですね、今まで理由書で OK だったんですが、もう難しいので、領収書なくしちゃったっていう方は、各役所にですね、個人情報の開示請求をして、納付日と納付期限がわかるものを取得してください。で、2つ目はですね、就労系のビザから永住申請する方、自分が OK じゃダメです。家族滞在の家族の方の年金、保険、税金の支払い状況まで確認されます。自分が OK でも家族の方に支払い自体があれば不許可になりますので注意してください。で、最後3点目ですね。年収300万円の見方なんですが、今までは直近4年分の課税証明書、プラス直近1年分の源泉徴収で年収300万円以上あることを証明できれば OK だったんですが、今後はですね、原則通りの運用として5年連続で課税証明書ベースで300万円を超えてないと許可は出ないということになります。なのでこれからこのケースで申請しようとする方は令和8年の6月まで待って永住申請することをお勧めします。以上ですね、永住の審査において法令の改正はないけども運用レベルで厳格化しているところ3点お伝えさせていただきました。以上です。ありがとうございました。